こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、なんかアカシックっていうさ、キーワードも来てるんですよね。アカシックレコードで、ちょっといろいろ見たいっていうのもあるんですけど、パラレルワールドっていうのも来てるんですよね。で、パラレルワールドってさ、何なのかってことなんですけど、いろんな考え方がねあると思うんだけど、私なりのちょっと体感があるんですよね、パラレルワールドの。だから、体感としては、パラレルワールドって何かっていうと、結局さ、たくさんあるうちの一つを自分で周波数で選んで自分で体験してるから、もう未来って決まってあるんですよね。1個じゃないんですよ、それが。10個ぐらいあって、それを自分の気持ち、周波数で選ぶっていうことなんですね、こうやって。選んでるってことだから、たくさんあるんですよ。たくさんあるうちのものを自分が体験したいものを体験してるってことなのね。それで、今までの地球はそのパラレルワールドの移動する感じというかね、どういうパラレルワールドを生きるかっていうのがなんとなくみんな一緒だったような気がするんだけど、なんとなくね、本当はっていうかさ、今の地球の周波数っていうのはもうパラレルワールドにみんなそれぞれのパラレルワールドをなんかはっきりした感じで移動してるから、なんか同じ地球に住んでいるようで全然違う世界を生きてるのかなっていうのをすごい感じるっていう感じだから、隣の人と違うもうパラレルワールドを生きてるみたいな、なんかそういう感じになるのかもしれないよね。これね、なんでそういうのを感じたかっていうと、結局さ、私自身がさ、この間日本に帰った時に、軽井沢で、停電にあったよね。停電にあったんだけど、停電にしか会ってないし、あとはなんていうのかな。停電ってさ、一見すると悪そうなんだけど、何にも大変な思いをしてないっていう感じなんですね。なんていうのかな。ここでさ、例えばすっごくなんていうの、嫌な思いしたとか、なんていうのかな、誰かが死にそうになったとか、なんかそういうのが全然なかったんですよ。結局、それでほら、例えば帰りの飛行機とかもうまく乗れちゃったし、で、電車もだって前の日まで電車も動いてない、飛行機も動いてない。んで、なんだろう。そこまでの道も閉鎖されてるみたいな感じのさ、もう本当にちょっと、その前の日だったら、無理だったんだよね。結局もう東京にも帰れなかったんじゃないかと思うんですけど、なんかで電車もさ混んでんじゃないかと思ったんだけど、帰る時にはさ本当に電車もスムーズに乗れて、全然座っちゃってなんていうのかな、で飛行機も正常通り動いててっていう感じで、なんかさ、だから結局自分の周波数で選んでるから、そういう自分の現実っていうのを自分でやっぱクリエイトしてるんだなって感じたって感じね。だから大変な思いをしてないんですよ。日本にいて停電してるんだけど、それがさ、またさ、そのワークだったわけじゃない。スピリチュアルなワークで行ったから、とってもロマンティックで素敵な夜になっちゃったんですよね。なんて言うんだろう。すごく素晴らしい、なんていうのかな。私にとってもすごく忘れられない、なんていうのかな、星空が綺麗だったりとか、月の光がこんなに素敵なんだなみたいな、なんていうの、軽井沢のさ、こういう森の中で月の光に照らされて、その月光浴みたいな、満月だったっけな、あの時、なんかそんな感じになって綺麗だねみたいな感じだったし、ね、なんていうのかな、すごく良かったんですよ。特別な体験ができたなっていうのかな。だから大変な思いっていうのがやっぱりしてなくて、でしかもスペシャルな体験みたいな。でそこにいた人もそうだし、やっぱりその主催者の方もさ、やっぱ忘れられない回になったねみたいな感じで言ってて、それがさ、なんか悪い意味じゃなくていい意味なんですよ。素晴らしい体験ができたねっていう感じで、なんかもうかけがえのない1日だ、4日間だったみたいな、そういう感じなんですよね。スペシャルな体験みたいな。これってなんかさ、本当に何て言うんだろう。だから大丈夫だったかとかさ、いろいろ言われたりするんだけど、何にも大変な思いをしていないっていう。だからこれは自分の周波数だから、いつもやっぱり波動を整えてる。だからこういうののために波動を整えてるんですよ。
前からさ、私ずっとさやっぱり言ってると思うんですね。自分自身がの波動が結局明日になって未来になるって言ってると思うんですけど、この波動を整えるっていうのは要はそういうパラレルワールドを自分が選んでね、体験してるっていうことになるからね。でパラレルワールドってさ、なんか移動するっていうから、ここにいてなんかさ、ドラえもんのさ、なんでタイムマシンみたいにブーンってさこう動くような気がすると思うんだけど、ここでもう一瞬にして入れ替わったりするっていうか、違う世界に行ったりするんですよ。だからなんか不思議なんだけどね。一瞬にしてパッパッパッパじゃないけど動いてるんじゃないかなっていう感じなんだからね。日常私たちはなんかいろんなパラレルワールドをこう移動してるんだと思うんですよね。移動してるんだけど、移動してることに全然景色も変わらないし、環境も変わらないし、体感もないから移動してないって思ってるだけなんだけど、実はもうここにいて、自分自身が、どっかねこうシフトした感覚になったり、何かに気づいた時にはもうパッとさ、気づきっていうのが要はもうブロック解除とかになったりとか周波数が変わるっていうことだから、それがさもう次のパラレルに移動するじゃないけど、なんかそういうことが起きてんじゃないかなって思ったってことね。そうそうそう。この辺りがね本当にすごい、なんだろう、私たちってそんな不思議な世界をさ実は生きてたんじゃないかなって思うんですよね。なんとなく体感的にね、私がそういうのを思ったっていう感じです。だからね、やっぱりすごい自分の波動を整えるっていうことがもう本当にね大事なんですよ。自分のやっぱりこう自分を守ることでもあり、家族を守ることでもあり、やっぱりこうなんていうのかな、地域を守ること、地球を守るな、日本を守ること、世界を守ること、なんだろうね、宇宙を守ることじゃないけど守るっていうのかな、そういうことにつながるんじゃないかなって前から思ってたんだけど、やっぱりそれをね今回のその軽井沢の体験でも本当に体験したっていうことなんですよね。そうなんか本当にさ、ただ前向きに私が言ってるっていうことなんじゃないんですよ。大変な経験はなかったむしろ本当に素晴らしい、なんていうのかな、本当にこういい体験ができたなっていう感じだったんですよね。そうこの辺り分かりますかね。で、このね未来をアカシックレコードで見るっていうことなんですけど、アカシックレコードってさ、宇宙図書館って言われてて、いろんな情報があるって言われてますけど、ここね結構やっぱり得意なんですよね。で左目で見るとか言ってるんだけど、あれもだから要はその私ってやり方どんどん変えていくんですね、自分がやりやすいように。だからその時その時の気づきで動画出してたりするんですけど、今はもうねアカシックレコード目の前で出しちゃうんですね。アカシックレコード目の前で出してそれを見る、未来を見るっていうことをやるんですけど、過去見ててもしょうがないから未来を見るんですね。で未来を見て、でそのパラレルワールドの周波数に合わせてシフトさせていくみたいな、そういう感じのことをやるんですよ。でこういうことが一番面白いからね。でアカシックレコードでちょっと未来をね見てみたいと思います。だから見るとその周波数になるから、それでパラレル移動しちゃうんですよね、自分が。一瞬にしてなんだけど、だからブロック解除に近いんじゃないかと思うんですけど、例えばそうだな、こうなりたいっていうものがあったらそれをもうアカシックで見ちゃうんですね。こうなりたいなっていうのを、例えばそうだな、今は10月だよね。じゃあそうだな、みんながやっぱりなんだろう、創造主としての意識今日さこの話をしてて本当熱くなっちゃったんですけど、創造主としての意識でみんなが生きてほしいんですよね。私ねここの部分で分かり合いたくてね、ここ最高なんですよ。ここの部分で分かり合える人をもっと増やしたいっていうのがあるので、みんなが創造主としての意識で生きたところを見るとしますよね。アカシックレコードを出してそれを体感入れてきます。みんなが創造主として生きてるとどんな感じの世界になってるか見てみると、
当にみんな一人一人の表情が軽くて柔らかくて穏やかで、そうだね、困ってる人がいた時には本当に自然に手を差し伸べて、この当たり前のことが当たり前に行われてる世の中っていうのかな。おじいちゃんとかおばあちゃんが出てるんだけど、そういうのを小さい子たちが率先してお手伝いしたり、小さい子たちのお手伝いをこうおじいちゃんおばあちゃんがしたりっていうのかな。そういうのすごく見えるし、そうだな、若者っていうのかな、若い子たちが本当に未来に希望を持っていて、で今なんていうのかな、全てをこうオープンに話せる親とか周りの人たちに囲まれてて、すごく楽しそうだし、安らいでる表情してますね。一人一人が尊重し合ってるっていうのかな、すごくそういう感じで、そんなにさ今の日常とは変わらないんだけど、とてもエネルギーが愛にあふれてるんですよね。いいね。これがさここに自分がいるような気持ちになるとシフトしていくんですよ。これを体感したかったみたいなさこれだよみたいな感じになってるって感じね。この今私の体感エネルギー一緒になって、もうこれほんとよかったみたいになってますけど、このエネルギーが大事なんですよね。このエネルギーを出すと要はそっちのパラレルにシフトしていくから、これが現実として後から起こってくる。これが何年後ぐらいになりますか？5ってきたな。5年後だな。5年後って来てるんだけど、これね全然早められるんですよね。だからまあ5年後ぐらいになるんだなと思うんだけども、今体感入れてるからまあ早くなるかもしれないね。自分がさ要はもう今もうパラレルワールドっていうのは私も今自分のパラレルワールドを自分で選んで体験してるんですよね。それでこれを見てくださってる方も自分で周波数で選んでる、もうパラレルを自分で選んでるっていうことだから、でここをだからどういう周波数でいるか、どういう周波数で選んでいくかっていうのはもう本当に自分が創造主であって、大元の意識っていうのかな、そこになると何でもできちゃうっていうことなんですよ。一人一人がそれだけの力があるわけだから、力がないと思ってる人は力がないパラレルワールドにただこう言ってるだけなの。こう自分で選んでる力が、私はできないとか、なんていうのかな、自分は無価値観があるとかさ、こういうところを自分で選んでるっていうだけだから、いくらでも自分の思うようになっちゃうんだよね。選んでる。だから意図的にやっぱり未来を想像していくっていうのかな。でそれにはこの感情というかこのエネルギーを出すっていうのが大事だから、体感入れていくっていうことなんですけど、この感情になりたかった今日はね本当にここに早くこのパラレルにシフトしたくて、エネルギー的にね今アカシックでパラレルワールドを移動させたんですけれども、これでも移動しちゃったんですね。このエネルギーを要はもう未来に引き寄せたっていうことなんですよ。周波数がこうそっちにシフトしたみたいな感じで、だから全然変わってないじゃん。見ていただいて、ここにいるんですよね。ここにいるんだけどこうやってパラレルを選ぶみたいな、未来のパラレルを自分の周波数で選んで、アカシックの中で選んだみたいな感じですね。分かったかなそうこれねちょっと今日本当にやりたくて、今ちょっと動画の中でやったんですけど、簡単なんですよ。すごい簡単にできるし、この周波数を出す、未来の周波数を感じるっていうのがすごい大事なので今やってみました。そうですね、本当に自分の世界を自分で作っていますから、苦しいと思うところをやったら苦しいんですよね。で楽しいと思ったら楽しいで、誰かが気になるとかさ、あの人が嫌だとかさやってたら、やっぱりそういうもっと嫌な人が来ちゃうとかさ、そういう感じだから、やっ
ぱりそんなにさ一つ一つのことを引っかかるようだったらそのブロック外していけばいいと思うんですけど、自分のやっぱり内側、自分の周波数っていうところを穏やかに安心する、ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる、この辺りをねやっぱり大事にやっていくといいんじゃないかと思います。そのうちね、アカシック今すごいやっぱり来てるんですよね。アカシックレコードを、体系的に形にするっていうのが来てるからやりたいと思っています。ちょっといつになるかわからないんですけど、こういう感じで私はアカシックレコードを利用してます。はい、ではまた撮りたいと思います。ではでは。